ロボットで製品をピッキングして整列する方法を説明します。Python スクリプトでロボットを制御し、コンベア上のワークを持ち上げた後、ワークの向きを整列してコンベア上に戻します。パート1では、コンベア上のワークをピックアップする方法を説明します。関連動画として、ロボットプログラムを Python で記述してみようがあります。ぜひご覧ください。ピッカーロボットアンダーラインパート1アンダーライン before.vcmx をダウンロードし、開きます。3D ワールドにパラレルリンクロボットとコンベアが配置されています。シミュレーションを実行すると、コンベア上にワークが流れます。シミュレーションをリセットします。設定を確認します。プログラムタブを開きます。ロボットを選択します。接続、シグナルを選択します。コンベアのセンサーブーリアンシグナルとロボットの100が接続されています。ワークがコンベア上のセンサーを通ったときに、ロボットの100にシグナルを入力します。マニピュレーション、ジョグが選択された状態でロボットを確認すると、ピンク色の丸があります。ピンク色の丸は、ロボットの移動先を決める基準点です。ロボットについたバキュームグリッパーの先端にピンク色の丸を移動し、バキュームグリッパーの先端でワークをピックアップするよう設定します。ジョグウィンドウのツールで、ツールアンダーラインデータ0を選択します。ピンク色の丸がバキュームグリッパーの先端にあるツールアンダーラインデータ0の位置に移動していることがわかります。動作などを設定する前にリセットボタンを押してしまうとツールがヌルに戻るため、ツールアンダーラインデータ0を選択した状態を保存します。シミュレーションバーの歯車のアイコンをクリックします。状態の保存をクリックし、ツールにツールアンダーラインデータ0を選択した状態を保持します。Python スクリプトでロボットの動作を設定します。モデリングタブを開きます。動作設定、ビヘイビア、その他、Python スクリプトを追加します。今回は使用しないため、オンシグナル関数は削除します。オンラン内のパスを削除します。from vchelpers.robot にインポートと記述し、ロボットのライブラリーを呼び出します。ロボットのライブラリーには、ロボットを制御するときに便利なメソッドが含まれています。ロボットイコールゲットロボットと記述し、ロボットの情報を取得します。プリントロボットと記述し、ロボットの情報を出力ウィンドウに表示します。コンパイルボタンをクリックします。シミュレーションを実行し、リセットします。出力ウィンドウを確認すると、ロボットの情報が表示されています。ロボットの情報を取得したことが確認できたため、プリント関数を削除します。ワークがセンサーを通過した時の動作を設定します。while robot.signalmapin.input100 true と記述し、ロボットの入力シグナルの100が true になるか、チェックを続けます。ディレイ 0.1 と記述し、true になるまで 0.1 秒ごとにチェックします。プリントパート is ready to be picked up と記述し、センサーがワークを検知したとき、ピックアップの準備ができたことを出力ウィンドウに表示します。コンパイルボタンをクリックします。シミュレーションを実行します。ワークがセンサーを通過したとき、出力ウィンドウにピックアップの準備ができたというメッセージが表示されます。シミュレーションをリセットします。センサーがワークを検知していることが確認できたため、プリント関数を削除します。コンベア上でどのワークをピッキングするか指定します。ピックとイコールカッコと記述し、ピックアップ済みのワークのリストを作成します。app イコールゲットアプリケーションと記述し、アプリケーション情報を取得します。コンベヤーイコール app.findComponent、センサーコンベヤーと記述し、センサーコンベヤーの情報を取得します。
プリントコンベヤー .child コンポーネンツと記述し、センサーコンベヤーのすべてのコンポーネントを出力ウィンドウに表示します。コンベヤ上のワークなど、コンベヤに関連するすべてのコンポーネントを表示するために使用します。コンパイルボタンをクリックします。出力ウィンドウを右クリックし、メッセージをクリアします。シミュレーションを実行します。ワークがセンサーを通過したとき、出力ウィンドウにコンベヤ上の2つのワークの情報が表示されます。シミュレーションをリセットします。ロボットがワークを持ち上げる動作を設定します。13行目のプリントを削除した後、パーツイコールと記述し、ワークの情報をパーツという変数にリストとして代入します。コンベヤ上のワークからピックアップしていないワークのみ抽出します。for part in parts と記述し、パーツ変数リストの各ワークをパートという変数に代入します。if part in picked と記述し、ワークがピックアップ済みのワークのリストに存在するか確認します。parts.remove part と記述し、ワークがすでにピックアップされている場合、ワークをパーツ変数のリストから削除します。コンベヤに入った順でワークはパーツ変数のリストの末尾に代入されるため、パートイコールパーツ .pop と記述し、リストの末尾にあるワークをパート変数に代入します。ロボット .pickMovingPart と記述し、ピックアップ済みではないワークのうち、コンベヤに入った順が最も古いワークをピックアップします。コンパイルボタンをクリックします。シミュレーションを実行します。ロボットが先頭のワークをピックアップします。シミュレーションをリセットします。コンベヤ上のワークをピックアップする方法の説明は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。